釜屋という仕事なんですけど、お酒を作る時にまずお米から始まるんですけど、お米を計量してで研いで蒸し器で蒸し上げる。でその蒸し上げたお米を冷ますところまでをメインで担当していて、ずっと住み込みでここにいたんで懐かしい家に帰ってきた感じがしますけど。お酒をちょっと機材いっぱいありますけど、お酒を寝かせて最後ここでプレスして絞る機械ですね。向こうでお米を蒸してお米に酵母だったりを入れてお酒にして最後絞っていくっていう。終わってくださいよ。先生来たやつ拒否すればいいでしょ。はい。何の種やったんですか。いつ来ても家族みたいな。ありがとうございます。おっしゃっていただけるんでありがたい。なんとかまともな人やったんで言い方まともでしょ。言い方。前島前よく炊き出しやってなかった。なんか。僕何回か炊き出しも行きました。報告新聞がなんか出てくる。ありがとうございます。奥村さんに見えるんやけど。何回か行きました。やっぱり。なんか輪島とつながったところでの地震だったので、できることはなんかしなきゃっていうの。いえ。大好き。だから早く戻ってほしいです。本当に。助かります。あれも美味しかった。竹山。竹山美味しかったですね。悪くなかったやろ。はい、美味しかったです。ちょっと今日。お酒飲んでいただくときに、そのお酒を仕込んだお水で飲んでいただくと、本当にこう口当たりもまろやかで、なんか悪酔いしないような気がちょっとするんで、メインはやっぱりお客さんにお冷やでお出しするのが、お出し引くのもでもすごくまろやかになるんですよね。これで引くと。この酒がクラウドファンディングでこの蔵が今年初めて作ったお酒なんですけど、地震で被害があった中で少しでもお酒作りができる蔵ではあったんで、地震があった中でも少しでも新しい取り組みをして皆さんに新しいお酒飲んでほしいっていうところで初めて作ったオール中野と能登の中能登の水中能登の米で作ったという。中野との書道家さん。あ、そうなんですね。中野との花。あ、そうなんですか。知らなかった。鳥はウグイス。はい。もう長野との。そうなんですね。オール中野とですよね。僕がお酒造りの勉強したいっていうので蔵に住み込みで働いていて、その中でもともと好きだったお酒がより好きになりましたし、やっぱり今も一緒に働いてた方たちがお酒造りしてくれてるんで、その皆さんのことも僕も大好きになって、お酒もそうですし、そういう働いてる人のことも大好きで応援したいお酒ですし、なんかそういう魅力をお客さんに直接伝えて、で喜んでもらいたい。よいしょ。今年のお酒造りも順調に準備進んでるそうで、人と直接お話しするといろいろこうやって作られてるんだとか、この人のためにこの食材のこのお酒の説明をしてお客さんに喜んでもらって、この人が喜んでもらえるようにしたいなって思ったりっていう、そういう連鎖といいますか、その間に僕がいるっていうのをすごく再認識させられる部分もあるんで、だからできるだけ来れる時は頑張って仕入れに直接来てます。数
バン忘れちゃってるな。エディブルフラワーをペンタスというお花です。エディブルフラワーって食べれるだけっていうお花っていうイメージだと思うんですけど、アンガト農園さんの美味しくてスタチウムっていうハーブなんですけど、最初食べた時は甘みがするんですけど、その後にピリッとした辛みが、ちょうどなんかかいわれ大根とかからしのような辛みがあるんで、お刺身に大葉乗せるのとか本当に好きじゃなくて、あれってどのお魚にも絶対合う味じゃないと思ってるんですけど、このナスタチウムはこれからのブリにはもう本当にぴったりだと思います。育ちました。新しいもの本当によく栽培始められるんで、それも食べてみて料理のイメージが湧けば欲しいなと。ストーリーがすごく大事だなと思っていて、だから能登にこう食材取りに来てますし、仕入れも来てますけど、なんかそのうちの何割かは食材を仕入れに来てるっていうより人に会いに来たり、そのストーリーをこう紡ぐためにお話を伺いに来てるっていうのもありますね。自然と向き合ってるのはやっぱり生産者さんが向き合ってくださってるんで、作っていただいてるものは形が悪くても多少ちょっと苦みがあっても、生産者さんが作ってくれてるものはもう僕の中では正解なんで、その正解をお客さんに出す正解にできるかどうかっていうのをいつも考えていますね。ケールは若葉が下の方のこの緑が強いところは苦みも強くなっちゃうんで、上の方の苦みが少なめなところを拝借して、よいしょ。結構立派ですね。もうちょっとたくさん今日は欲しいなと思ったんですけど、人参が細いのばっかりで、今取っちゃうのかわいそうなのばっかりやったんで。まあまあ労力かかりますけど、でもスーパーの野菜たちも労力があった上であるわけじゃないですか。でもその割に労力って想像つかないじゃないですか。こんなありがたい件でどうやってやってんだろうっていうの分かんないんで、まあ、何でも疑問に思ったらやっちゃう方だからやってみようと。ドライブしながらドライブスルーならぬドライブスルー。はい。あ、こんにちは。こんにちは。はいはい。こんにちは、シンクル。こんにちは。はい、こんにちは。あ、恥ずかしいな。恥ずかしい。はいはい。はい。大きい方もらってきます。あと今ちょっともうあ、本当ですか。
里芋もこれからって感じですか？これから全部でもいいんです。あ、いいですよ。いいですか？全部残してもらえる。やった。でっかいですね。うん、大きい大きい。これでこうすね。あ、そうですね。これだけいいんですか？持ってて持ってて。ありがとうございます。いただきます。はいはい。あんちゃん。あ、ほっとした。あんちゃん。あんちゃん。なかなか普通には手に入らない。ありがとうございます。もちろん金沢の港のものも定置網も含めて入りますし、石川中から能登のものも定期的に入ってくるんで、それを、直接見て仕入れてっていうところ、あと皆さんとこう話ししながら情報をもらって、今もでっかいサワラを、今日の市場で一番良かったサワラを今1本仕入れます。アナゴちゃんですね。食べて握っちゃった。店の方に言うた今出てきたって。出てきた？行くの？あ、いいよ。あ、行くよ。じゃあ、待って。ちょっと待って。美味しそうってどんな感じなの？いろいろあるんですけど、それぞれ魚によるんですよね。カマスさんだとこの、できるだけ脂乗ってるのが欲しいんで、この首のラインがちょっとこうぽっこり。人間と一緒で太ってくると骨に対してこうぽくって膨らんでいく。あ、こっちとかちょっと。また死んじゃうんで。この時期はもうカニ。カニもそれ以外ももちろんですけど、カニはやっぱりみんな求めてくるし、喜んでくれるんで。
大丈夫ですね。で結構コツは結構いろいろあって、甲羅を冷やしてあげるとかいろいろあるんですけど、お魚さんやっぱりその辺しっかり分かってらっしゃる。なかなか輪島塗の魅力って触っていただかないと気づかない魅力っていうのが本当にたくさんあるんで、触っていてもこう温度が手に伝わりにくいところってあると思うんですけど、だから熱々でも結構いけるんですよね。逆に冷たいものが温度がこうずっと保たれたりするので、そういう温度変化も含めて形だったりデザインだけじゃなくて素材の性質も含めていろいろお料理を相性を考えて盛り付けしています。こちらをおすすめしてるんですが、大丈夫ですか？二人はよく来られるんですか？特別な感じを体感したくてよく来てたんですけど、今は奥村さんと話したくて来てます。あら、そんな嬉しいこと。西浦君のケーキも食べてね、食べて。輪島塗のスプーンを使ってそのスプーンの肌触りの良さ、口触りの良さを味わっていただきたいと、必ずスプーンを使うお料理をお出ししています。エディブルフラワーを白子の上に乗せたんですけど、白子ってちょっとやっぱりこう生臭さだったりお魚臭い部分があると思うんですけど、そこをいろんなお花と一緒に食べてもらうことでちょっとすっきりした香りに召し上がっていただきたいと思って、今度は穴蔵に行こうと。で最後オーラン笑いながら大根のなんだっけ？笠地蔵のお地蔵さんが傘をもらったお返しに持ってきた宝物。バターナッツをかつおだしとバターでちょっとバターの風味を乗せてしてます。と食べるし、なんか体験もしてくる。カニは結構スッとくるけど。栗とかさつまいも。香箱ガニ自体が僕は温かい方が絶対に美味しいと思っていて、身の甘みが感じられるんで、このモッツァレラもデンマークのモッツァレラを使っていて、すごく和だしに相性がいいので、ちょっとお餅みたいな感覚で召し上がっていただけるようにしています。くどくないですね。全然チーズ。ビールおかわりも。あれ
今オープンして3年でいろんな方に楽しんでいただいて知っていただいたと思うんで、またこういった形のお店を、全く同じ形じゃなくても工芸と食を気軽に楽しんでもらえる形の飲食店をいろいろと展開できればいいなと思っています。食を通じて伝統工芸に興味を持ってもらえる場所であったらいいなと思ってます。